今日は IWI のサファリのゼブラという万年筆を提供していただいたので、そちらの方を紹介していこうと思います。サファリといったらラミーのサファリを連想する文房具好きの方が多いと思うんですけれども、実は台湾の IWI というメーカーからもサファリという万年筆が登場しております。かなり独特な模様で魅力あふれる万年筆となっているので、最後まで楽しんで見ていただけますと幸いです。軸の中心のところにはシマウマの柄が描かれているんですけれども、そもそもサファリとはどういう意味なのかと言いますと、アフリカでの野生生物の鑑賞や狩猟を行うことだそうです。そのためアフリカの野生生物をモチーフにした柄を中心に数多くのモデルが登場しております。ただシロナガスクジラと台湾付きのワグマはアフリカで生息しているわけじゃないので、ちょっとコンセプトとしてはブレがあるかなと感じたんですけれども、そこは目をつぶっておきましょう。実はこちらのケースは缶ケースとなっておりまして、梱包は結構凝っていますね。こちらには取扱説明書が入っていました。ちょっと分かりづらいんですけれども、缶の上部にはコンバーターが入っております。僕じゃなきゃ見逃しちゃいますね。こちらの缶は筆箱として使えなくはないんですけれども、蓋は結構外れやすいです。今回ご紹介する万年筆はシマウマがモチーフに描かれているゼブラというモデルでして、金属にラッカー仕上げが施されたホワイトの軸とゴールドの装飾が非常に可愛らしくて、男性でも女性でも使いやすいようなデザインとなっております。本当に見た目が台湾という感じで、台湾らしさを存分に感じることができる、そんな万年筆かなと思います。他にも IWI の万年筆を紹介してきたんですけれども、今回紹介するのが一番台湾っていう感じがしますね。軸は非常にスリムで短めになっているので、小ぶりな万年筆という印象を受けました。コンパクトなんですけれども、重量は 28g となっていて、適度な重量感があります。中心のゴールドのリングのところにはちょっと見えにくいんですけれども、サファリと刻印がされていますね。最初はシマウマに全然見えなかったんですけれども、おそらくここが目になっていて、ここが鼻になっているっていう感じですね。結構かっこよくシマウマのイラストがされています。台湾付きのワグマとオウルというカラーなんかはすごくかっこいいですよね。こちらの万年筆は値段が4000円となっていて、万年筆にしてはお手頃な部類かなと思います。ホワイトのラッカー塗装が施されているところは近くで見るとキラキラしているので、質感もなかなか高くなっていて、安っぽさというのは全然感じないです。キャップを開けていきますとペン先が出てくるんですけれども、グリップの持ち手のところにはローズゴールドのメッキ処理がされていて、なかなか上品ですよね。ペン先に行きますと、こちらはピーターポック社の23金ゴールドプレートが施されたステンレスのニブとなっております。動物の模様が可愛らしく刻印されているので、そういう細部までこだわったデザインというのはさすが IWI だなといった感じです。キャップはカチッとはまる感じでしっかりとした手応えがあるので結構癖になります。ではインクの方を入れて実際に書いていこうと思います。最初からペンの中にカートリッジインクが入っていたので、今日はそちらを使っていきましょう。カートリッジインクはすごく楽で、最初からインクが入っているので、ただ差し込むだけで使えるようになります。自分の場合はインクを差し込んでからだいたい30秒ぐらいで使えるようになりました。こちらの万年筆は線の幅がエキストラファインの極細のみのラインナップとなっているので、割と細かい字も書くことができるんじゃないかなと思います。書いてみてなんですけれども、筆で書いているような少し独特な書き心地ですね。想像していたような万年筆の書き心地とは少し違ってくるような、なんだか言葉にしづらい独特な書き心地でございます。ステンレスのペン先の割には柔らかい書き心地で、ガシガシと書くというよりかはゆったりと書くのに向いている万年筆かなと思います。23金のゴールドプレートが施されていて、表面はほとんど純金となっております。そのため見栄えもすごくいいですし、4000円でこれだけ美しくできているのは、結構よく頑張ったなと思いますね。ペン先のイリジウムは丸研ぎのような研ぎ方がされているので、割とどんな角度でも描けるので、万年筆初心者の方でも使いやすいんじゃないかなと思います。書き心地とかは特別滑らかであるというわけではないんですけれども、本当に無難に使える万年筆で、もしこのデザインがタイプだなという方は動画の概要欄に Amazon のリンクを貼っておきますのでチェックをしてみてください。ということで今日は可愛らしくかっこいい台湾の IWI のサファリという万年筆を紹介してきました。
そういえばラミのサファリの紹介をしてなかったので、また時間があったらしていこうかなと思います。あとはラミの2000の紹介のリクエストなんかも非常にたくさんいただくので、もし買う機会があったら紹介をしていこうかなと考えております。YouTube の他に Twitter と Instagram もやっていて、いい写真が撮れたら更新しているのでフォローしていただけますと嬉しいです。高評価だったりコメントをいただきますと毎回の動画投稿の励みになっているので、ぜひポチッとよろしくお願いいたします。今後はもっともっと動画投稿に力を入れていこうかなと考えていますので、チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いいたします。銀の盾を皆さんに紹介できるように頑張っております。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。